そういえば、これ美味しいですよ。福島駅の下の輸入菓子がいっぱい売ってるところで買ったスープフォー。このね、いろんな味の、いろんなスープに入ったフォーが楽しめるっていうやつ。お湯入れるだけで。4種類あるんですよね。2袋ずつ。こんな感じで、フォーと、スープの素が別になってて、これ両方入れるっていう感じです。ラクサにしてみました。うまい。ラクサは好きなんですよね、結構。そしてこのフォーも楽しめるっていう。めっちゃいいですね。ヨドバシで買ってきたものを紹介します。2つあるんだけど、どっちから紹介しようかな。こっちからいくか。これが、スマホを、三脚に取り付けるもので、クランプするものですね。スマホを挟み込むもの。でスマホを挟み込んで三脚に載せることができる。この底面のところに三脚のネジの穴がついてて取り付けられるっていうアタッチメント的なやつなんですけど、前持ってたのをなくしてしまって、で今簡易的にずっとダイソーのダイソーにもあるんですよ。ダイソーでこう三脚とセットにミニ三脚とセットになって売ってるこういうのがあるんですけど、で今まさにそれにスマホを取り付けて撮ってるんですが、これが100円のやつなんで、いずれ買いたいなとは思ってたんですけど、前もこのウランジというところのを使って、これ多分全く一緒のやつを使ってたんですけれども、ヨドバシに行っていろいろこの手のやつあったんですけど、やっぱり一番使いやすそうなやつがこれだったんでリピートしちゃいました。これだけウランジの製品、これはいいっていうことですね。こんな感じですね。めっちゃちっちゃいパッケージですが、開けるとテープとかついてないのに開かないな。なんでだ。よいしょ。破れてきた。よいしょ。はいはいはい。こんな感じですね。全く一緒のやつです。以前のやつとね。合格証って書いてあるな。合格証。中国語で読めないけど、英語でも書いてあった。社内の基準かなんかにあれしたっていうやつですかね。で、これがウランジの、スマホクランプなんですけど、これ何がいいかっていうと、素材がアルミなんですよね。これ黒いとこ、これアルミなんですよ。で、アルミの方が耐久性あって質感も見た目もいいし、結構やっぱりスマホをここに挟んで高い位置に置くわけなんで、やっぱ安心感とかもあるんで、アルミ製っていうのがいいんですよね。なかなかアルミ製のものってなくて、プラスチックなんですよね、ほとんどこの手のアイテムって。でもアルミ製です。それがいいっていうのと、あとはこれですね。ここにネジがついてるんですけど、こんな感じで広げることができると。で、ここにもバネがついてますね。バネがついてて、このネジで広げた分だけこうやって動かせるようになってます。で、普通はこの手のやつってネジはついてなくて、バネの力で、これは外側に向かって力が働くようにバネがついてるんですけど、内側にこう挟み込む力、内側に向かって力が働くようにバネが仕込んであって、挟み込む力があるんですよね。だからバネの力で挟み込んでるっていう感じなんですよ、普通のやつは。でもそれだとやっぱり挟み込む力が弱くて、こう横にずれたりとか、撮影してる時に実は曲がってたとか、あとちょっとね、振動があったりすると外れちゃったりとかして、ちょっとね、あまり安心感がないんですけど、これに関してはスマホをですね、こうやって挟むじゃないですか。そうするとこのネジの力によって締めることができるんですよ。こうやってどんどんこれを回すことによって締め付けられていく。でそのね、バネの力だけで挟み込んでるやつだと、こうやって上に引っ張ろうとするとビヨってなるじゃないですか。それで外れるんですけど、このネジ式のやつに関してはこうやって引っ張ってもこのネジを回さない限りは広がんない、外れないっていうね。でこう横に動かす力とかにも強いし、振動とかにも結構もう絶対外れないっていうね感じ。だからこの
ネジで締めるタイプっていうのもなかなかないんですよ。バネの力オンリーで締め付けるやつも結構多いので、それがこのウランジのこの、スマホクランプのいいところでもありますね。で、大体スマホってこう一定の大きさじゃないじゃないですか。これは iPhone 13 Pro ですけど、スマホによって大きさって違うじゃないですか。で、そのね、バネでこう広げていくタイプのやつだと、小さい横幅が小さいスマートフォンを取り付ける場合はいいんですけど、結構幅が広いものだったりすると、結構ギューって押し広げないといけなくて、取り付けるのが大変だったりするじゃないですか。こう、広げれば広げるほどこう、戻ろうとする力が大きくなって、取り付けるのが大変になるんですよね。でもこれだと、このネジがあるじゃないですか。ネジで、この、ある程度の、スマホを、自分が使ってるスマートフォン、このスマートフォンを主に取り付けるっていうことであれば、このスマートフォンに合わせたサイズで、この、常にこの、幅ここの幅を保っておけるんですよ、ネジで。もうこの取り出した状態でこう広げたりしないで、スッとこの iPhone 13 Pro に合った大きさになってるので、これで、ここの中にスマホを入れて、ネジを少し回すだけで固定ができてしまうっていうので、これもすごくいい点ですね。だからこう自分のスマホに合った幅に常にキープしておくことができるっていうのもね、これのいい点です。で、2つ目はこれ。スマホカバーです。この今メインで使っている iPhone 13 Pro 用のケースを新調しました。今まではこのシンジモルというところのケースを使ってまして、これはクリアケース、透明なケースなんですけど、ここにマグセーフがついてて、このマグセーフがね、もともとこの iPhone に入っているものとか Apple 純正のアクセサリーというか、ケースについているものよりも強力なものがついてて、この裸の状態でマグセーフアクセサリーつけるよりもこっちの方が強力にバチッとくっついてくれるんですよ。こっちだとなんかこうぬるって感じでくっつくのが、もうこっちだとバチッてくっつくっていうね、それがなんかすごく良くて、自分なんかこう充電が充電用のスタンドとかそういうやつだったらいいんですけど、自分はモバイルバッテリーマグセーフのものを使ってるんですけれども、あれだと結構やっぱりまま持ったり持ち歩いたりするわけなんで、振動があるわけじゃないですか。それでなんか本体にそのままくっつけると外れそうだなっていう心配あるんですけど、このケースを経由してつけてたら一回も外れたことはないんですよね。なんで、あとあれですね、なんかこう車とかにマグセーフの充電器とかつけて使ってる人とかもう使えるぐらい、そのくらいのね磁石の強度があって、これすごい気に入って使ってたんですけれども、黄ばんできちゃったんですよね、これね。なんかこう今照明もこの下のテーブルも暖色なんでちょっと分かりにくいかもしれないけど、 iPhone とかをわかりますよね。もう結構ね、黄ばんでるというか、もう黄ばみ通り越して黒ずんでるみたいな感じになってて、めちゃくちゃなんか汚らしかったんですよね。実際には汚くはないんですよね。なんかこう掃除とかしてなくてこうなったわけじゃなくて、紫外線とかの化学現象でなってしまうもんなんで、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、だからこいつがねもう汚らしくて嫌だったので、とりあえず新しいケースを探してる間にこのダイソーのケースをね、100円のこの柔らかいケースなんですけど、これをねつけてたんですけど、やっぱり安っぽいんでね、もうねなんかこう側面とかこう見るとなんか一瞬でこう100円のケースって分かってしまいますし、なんかこう人にやった時もそれダイソーのケースじゃんってかなり高確率でバレて、そのうちいいケースに変えるからっていうので、このケースはかなり気に入ってたんでリピートしてもよかったんですけど、ヨドバシ行った時これどこに書いてあるかな、シンポリズムっていう、メーカーのケースなんですけれども、これ前の iPhone XR とか使ってた時につけてたケースと同じブランドなんですけど、Amazon とかでは見たことないな。前もヨドバシで買ったんですけど、そこのメーカーで何がいいかっていうと、背面のところがガラスなんですよね。ガラスだからめちゃくちゃ綺麗に見えるんですよ、この裏側の iPhone のデザインが。
通のこのシンジモルのケースとかだと、これは、TPU は柔らかい、こういう素材か。この側面は TPU なのかな。裏は何だろうね。なんていう素材かわかんないけど、まあ、硬めのプラスチック素材が大体クリアケースで使われてると思うんですけど、これに関してはちゃんとガラスなんですよ。保護フィルムとかと同じ、ちゃんとガラスが使われてて、めちゃくちゃ綺麗で透明度も高いし、触り心地もいいっていうようなやつです。側面は TPU 素材になってるっていうような感じですね。あれ、これもしかして今読んで分かったけど、ガラスじゃない説が、これなんかガラスって言ったけど、ガラスじゃないかもしれない。この裏に素材が書いてあるんだけど、ウルトラファインアクリル素材っていうのが使われてるらしくて、これガラスでは、ガラスではなかった。でも、これ 5H とか書いてあるから、これってガラスのよく、なんかこう、なんだろうな、多分、例えば QH とかだったら QH の鉛筆で引っかいても傷がつかないよみたいな、そういうやつだった気がするんですけど、まあいいや、別にガラスにこだわってるわけじゃないんでいいんですけど、前使ってたこのシンポリズムのケースはガラスでしたよと。で、これ2種類あって、グレードの違う1000円ぐらい隠すのある2種類あって、これは、下の方のグレードのやつなんですけど、上の方だと多分 QH になってて、それが多分ガラスだったんですね。このね、5H か QH かでグレードが違うっていうやつだったんですけど、それだけじゃなくて、プラスチックか、ガラスかっていうのもあったみたいですね。なんかね、前の、10R 使ってる時に使ってたケースがめちゃくちゃ良くて、それがね、3つの部品に分かれてたんですよ。なんかこう、枠のところ、最初にこう柔らかい TPU とかでできた枠だけのやつを、スマートフォンに取り付けて、で、背面のガラスがなんかこう別になってるんですよね。別になってるそのガラスを取り付けて、で、最後に、その全てを固定するために、こう、硬いプラスチック、曲がらないぐらい硬い素材でできたプラスチックで、さらにその、枠の部分もガードしていくんですよ。だから、そのガラス、裏のガラスも綺麗だったし、側面が何せね、こう二重にガードされてるわけなので、めちゃくちゃ良かったっていうのがあって、もうそのケース、かれこれね、2年近く使った気がするんですよね。マグセーフですね。マグセーフはいいのかって話なんですけど、モバイルバッテリーもちょっとね、乗り換えようと思ってるんですよね。やっぱマグセーフのやつって発熱がすごいし、だからロスが大きいですよね。あと充電スピードが遅かったりとかっていうのがあるんで、普通に有線のモバイルバッテリーに乗り換えようかなって言っても、あれ有線で充電することできるんで、今有線で運用してるんですけど、もうちょっと容量でかいやつを買おうかなとか考えてるところなんで、そうすると、家での充電とかもほぼ有線でやってるので、マグセーフを使うことがないので、マグセーフ、でもね、これ、新ジモルのケースね、デザインとかも好きだったんで、普通にこれ選んでもよかったんですが、なんかね、いずれこう、マグセーフの製品を使い出し、また使うようになったら、またマグセーフにとらわれて、なんかこう、ケースの選択肢が減ってしまうので、マグセーフを使ってない、こう、今だからこそ広い選択肢で選べるということでですね、この、シンポリズムのケースを、新調してみました。ということで開けていきましょう。なんか全部透明だから、どこ切ればいいのかわかんない。上から開けたらいいか。こんな感じ。あとは、取扱説明書的なやつですかね。が入ってます。で、これが、どうなってんのこれ。よいしょ。かなり梱包が厳重ですけど、ケース本体。うわ、すごいなんかこう、透明度もね、なんかガラスっぽいけど、どうなんだろう。なんかガラスにも見えるけど、めちゃくちゃ透明度が高いですね。じゃあちょっと早速 iPhone 13 Pro に取り付けていきたいと思います。ちょっとせっかくだから拭こう、久しぶりに。この側面のとことかステンレスなんでね、指紋とかめっちゃ目立つんですよ。だから側面を重点的に拭いて、さて装着。
お、装着は意外と簡単ですね。おお、はい、装着できました。こんな感じです。うわ、透明度がすごいわ。めちゃくちゃ良くないですか？おお、結構ね、この背面のここの素材が分厚いので、もう iPhone のカメラバンプより厚いぐらいの、高さになってますね。で、ここがすごい。脇のここの背面の部分が結構ね、出っ張ってるんですよ。なので、これ下に置いた時にぐらつかないんですよね。まあ iPhone の背面で一番出っ張ってる部分ってカメラバンプだと思うんですけど、もうどこ押そうがガタつかないんですよ。なので、しかもこれね、一周ガードしてくれるんで、落としたりした時もカメラに傷がいく、リスクを最小限まで抑えてくれてるっていう、すごいね、この一周ガードがついてるっていうね、まあ、若干厚みは出るかもしんないけど、でもそんなに気にはなんないかな。っていうか、むしろここのおかげでなんかこう透明感がよりあるような気がしますね。いい感じで、側面もすごいね。側面の素材も透明度が高いんで iPhone のプロシリーズ、特有のこのステンレスの輝きをしっかり楽しむことができますよね。やっぱせっかくね、無印の iPhone より何万円も高いお金出してプロモデルを買ったんだったら、やっぱりこの側面の輝きっていうのは楽しみたいんですけれどもね、まあ、この100円のケースだとなんかここに筋が入ってたりとか、なんかこう歪みがあったりとかね、なんですけど、これはしっかりね、この側面の輝き楽しめます。吸い付き防止のドットみたいなのもよく見れば入ってるんですけど、全然気にならない。これがなんかやりすぎ感があるようなものも結構あるんですけどね、これは全然いい。 iPhone のデザインも楽しむことができていいですね。このシンボリズムのケース、何がいいかというと耐久性がすごくいいんですよね。なんか前の iPhone も結構落としたりとか、まあ、これもねたまに落としたりするんですけど、まあ、前よりは落とす回数減ったんですけど、前結構ね普通の人より携帯落としてるんだろうなぐらいは落としてたんですけど、まあ、それでも携帯壊れることがなかったんで、かなり耐久性がね、この後ろのこの結構このね、ごついケースって好きなんですよね。ごついケースが好きなんだけどクリアケースがいいっていうあれなんで、その両方の欲望を満たしてくれるっていう意味で、このシンボリズムのケースはめちゃくちゃ好きですね。表から見た感じはこんな感じですね。前使ってたシンジモルのケースとかとあまりこの、正面から見た感じのこのサイドのところの厚さっていうのはあんまり変わらないですね。これほら色全然違うの分かりいただけますよね。まあこれも元は白かったんですけど、だからこのシンボリズムのケースも使ってたら同じ色になってくると思うんで、クリアケースに関してはもうね一定期間経ったら変えないといけないんですよね。だからこれも基盤できたら買い替えますけど、その時は新ジモルを買うか、まあそれもねまたいろいろ研究してみて探しますが、でもめちゃくちゃ気に入った。ちょっとでボタンの押し心地だな。あ、ボタンも柔らかいわ。そう、なんか前の携帯でシンボリズムのケース使ってて、唯一不満点だったのがボタンを押しにくかったんですよ。だからあれもしかしたらシンボリズムのケース選んだからボタンちょっとどうなのかなと思ったんですけど、改善されてるわ、ちゃんと。全然裸の状態と変わらないくらいの、力で押すことができます。マナーモードのミュートボタンも普通に操作できますと。いいですね。めちゃくちゃ見た目が良くなりました。おすすめですよ、このシンボリズムのケース。マグセーフはどうだろうな。まあ、マグセーフはあんま使うことないだろうし、ケース側に磁石が入ってないから、あんま期待はできないと思うんですけど、あはは。全然こう、くっつく感じはしないな。あ、一応これ今マグセーフのバッテリーを取り付けてモバイルバッテリーを取り付けてるんですけど、充電はできますね。でも、これ全く磁石でピタッと貼り付く感じはしないんで、ただの無接点充電みたいな感じでの使い方になりますけど、マグセーフはね、使えないと思った方がいいかな。そう。後ろの素材がかなり分厚いからね。マグセーフはちょっと厳しいかな。ほら。ほぼ磁力はないです。で、
こういうバッテリー系のやつだと、やっぱここのサイドのところがちょっと盛り上がってるので、まあ、一応使えることは使えるか、でも若干浮いてそうな感じがするんですよね。マグセーフはあんまり推奨はしません。でも一つ難点なのはね、この、ウランジのクランプに取り付けた時に、完全にここのくぼみのところに収まらないんですよね。ここがちょっと分厚すぎて。なので、あんま締め込みすぎると、ここなんか割れそうだし、ちょっと緩めに締め込んでるんですが、まあ別に撮影する分にはね、十分なんですけど、ちょっとね、厚みが、大きすぎるっていうのはね、あるかもしれないです。ワイヤレス充電とかも、ワイヤレス充電マグセーフじゃなくて、普通の無接点充電試してみましたが、そちらは問題ありませんでした。あれなんか、あ、あそこ煙が上がってる。花火の音が聞こえたから、外に出てきたんだけど、終わっちゃったかな。あそこ煙が上がってるから、あそこはどこら辺になるんだろうな。ちょっとわかんないけど。結構ね、部屋の中まで聞こえるぐらい花火の音してたんですけど、花火、1回ぐらいは、見たいな、今年。あ、来た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 。上がってる。これ美味しいですよ。この前家族にもらって、すでに1個食べたんですけど、一平ちゃん唐揚げ醤油ラーメン。これね、すごい美味しかったです。一平ちゃんって多分、カップ焼きそばですよね。それのラーメン版というか、スープがある版で唐揚げが入ってて。このね、唐揚げがこう上にゴツゴツ入ってるんですけど、これが、想像以上に唐揚げですごいんですよ。結構ちゃんと唐揚げなんですよね。この唐揚げの味がしっかりスープにも出てて美味しいです。一平ちゃん自体あんま食べたことないんですけど、まあ、近い味は出てるのかなっていう感じはしますね。それにプラス唐揚げの風味みたいな。で、麺も太めですごい美味しいです。